はい、こんにちは。柴崎ですよ。ね、お元気ですか？はい、柴崎もね、おかげさまで今日も元気に絵描いてます。いつも柴崎の動画ね、見てくれて本当にありがとう。もう、ね、素晴らしいコメント、そして高評価。もう本当に嬉しいです。またもしよかったらですね、チャンネル登録もちょっとお願いできると、さらに柴崎ね、ハッピーなんですけどね。はい。今日はね、アクリル画紙で絵描きます。何やるかというと、今、柴崎、NHK のね、3ヶ月でマスターする絵を描くという番組ね、そこで、絵を描いてるんですよ。見てくれてる？ね、でも、あそこでね、やってるやつはもったいないからね、あれと同じカリキュラムでね、モチーフを変えて、今日は、この画面上でね、あなたと一緒にね、今日お絵描きしたいと思ってやります。もちろん、見るだけでもいいけどね。さあ、では今日は何をどんな風に描くのかね。では早速行ってみますよ。描きたいあなたは画材を用意してスタートです。はい、行ってみましょう。はい、今日の画材ね、説明しますよ。アクリルだね。アクリル画紙です。そして筆です。はい。ね、今日この丸筆ね、これ使います。はい、10号ですね。それから12号のこの平筆ですね。あとは細筆です。これがアクリル油絵専用の紙パレットと水入れと濡れた布ですね。はい。ではこれで描いてみたいと思います。はい。今日描くのはこの木ですね。素敵でしょ？ほら、こんもりと葉っぱが茂ってますよ。このこんもり感を表現しますね。これはもうこれははい。始めとこでは、形優しいからね。これいいね。今日使う絵の具です。はい。黄色、緑、深緑に、からブルーに、白、黒、ね、こんな並びですね。はい。ちょっと赤があります。バービリオンですね。はい。さて、じゃあ行ってみましょうか。今日はですね、この丸筆を中心にやっていきますよ。はい。では、色を作りましょうね。まずこの日陰のあたりから作っていきます。このビリーちゃんですね。そしてこの暗いブルーに、パープルとそれを加えて、暗くて冷ためのグリーンです。で暗さが足んないなと思ったらこの黒を混ぜます。ゴイゴイです。ね。ちょっと色が単調だなと思ったらこのアンバー、茶色を混ぜます。いいでしょ？これを最初から混ぜてもいいし、時々混ぜてもいいんだけどね。そんな感じの色でスタートを切ります。さあ、じゃあ今分かったよね。はい。ちょっとこんなね、茶色を混ぜようかな。はい。それたっぷり筆につけてきたらですね、塗るんですけど、実はこうやって塗ります。普通こうやって塗るよね。そうじゃなくて真上から。こうです。ね。真上からこう突き刺すようにガシャガシャガシャって塗ってみてください。そうするとね、ほら見て、なんか面白い感じになるでしょ？なんとなくこれ葉っぱに見えない？ほら、似てるでしょ？ね、これ細筆で点描で描いたら絶対できないよね。やり方分かった？真上からだよ。はい。それじゃあ、分かったところでいってみます。じゃん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 。これね、真上から打つんですけど、強くバシャッと打ったりね、少し弱く打ったり、それからこう外向きに跳ね飛ぶような角度で打ったりね、ちょっと自分なりに工夫してみてね。はい。さあ、これも大胆だね。バシャバシャバシャ思いっきりく。ちょっと下に突き出すように塗ってみたりですね。はい。こうやって木描くとね、すごくね、うまく描けるんですからね、是非覚えちゃってくださいね。はい。じゃあ
次々と日陰の部分ですね。日陰の部分は、今日緑の木書いてますので、緑の色の暗くて冷たい色というわけです。だから、ブルーも入ってるし、緑の中でもとりわけね、暗くて冷たい色のビリジャンという色を使ってるんですね。今日の学びは一つはこれです。こんもりとした葉っぱの塊描くとき、日向と日陰の表現をするんですけども、日陰はその固有色の暗くて冷たい色で描くんだというわけです。さあ行きますよ。さあどんどん、今度は茶色もちょっと入りました。ね、どんどん行ってみましょう。バン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 。こうですね。はい。上の方にちょっとね、日陰もあるのね。塗っておきましょう。どう？いっぺんに木の感じになったでしょ？はい。で、ここでも大事なところだね。その次に、今度は、日が当たってる部分だけど、弱い日が当たっていうかね、そういう部分です。だから、さっきよりはね、少し明るくってちょっと黄色があった、こんなグリーンですよ。またこれをバシャバシャバシャ、一切構わず塗りましょう。でも最初に塗ったその日陰の色はね、ちゃんと残してしようね。はい。バシャバシャっと。これね、どのくらい思い切りよく筆で使えるかによるんだよね。さあ、またね、こうやって混色して。こういう混色も勉強になるでしょ。はい。バシャバシャバシャ。こうです。これでね、今、太陽の光がね、当たってるんだけど、あんまり極端に当たってないという部分書いてるんだよね。はい。だんだん太陽の光強くしていこうね。だから黄色は余計になってきて、白も余計になってきますよ。はい。こうです。だからこれ、日陰の暗いくて冷たい色を塗っちゃうと、それをこう目安にしてね、こう日向を描くことができるんですね。はい。さあ、こんな具合です。筆使いもね、参考にして、ね、真似してやってみてくださいね。で、今回のこの木は、ね、前回描いたリンゴと同じ、斜め左上から来てるから、でもそっちが一番明るいわけよね。もうここの太陽がどっちから来てるか重要なことですね。はい、パチャパチャ。で、太陽が当たってるわけだから、この日向の面は太陽の光だからね、明るいだけじゃなくて暖かい色だからね。だから黄色なんか余計に入ってるんですね。で、日陰の方はどうかっていうと、日向に比べれば暗くって、しかも寒いって感じだからね。だからブルーっぽくなってるわけです。ここのね、体感的な色作りってのはとっても重要なんだよね。日向は明るいってのはね、誰でも思うことなんだけど、でも日向はね、暖かいっていうことなんだね。だからそんな色作りですよ。こっちずっと日が当たってますもんね。はい。どうかな？光見えてきた？はい。じゃあちょっと本物の木にちょっと形を合わせながらね、少しずつ。こういうとこ、茶色とかですね、赤っぽい色が入っておいてね、そうするとこっちとこっちのこう色の違いで木の丸みが出てきます。こうです。よっしゃ。ねえ。ちょっとこれ少し形が実際の木は出っ張ってるから少し修正しようね。こうかな。はい。こう筆をガサガサガサっと使うといいんだよね。でこっち一番光が強く当たってるところですよ。さらに緑なんだけども明るくって暖かい緑だから黄色と白、そしてこのバーミリオンをちょっと入れると、こういうわけです。この木にね、赤い色足すってのはね、すごくいいんですよね。はい。じゃあ塗りますよ。ほら、こうです。ほら、急に日が照ってきました。ね。緑なんだけど、
光が強く当たったとこはただ緑じゃないってことだね。太陽の光の明るさと暖かさが感じられるような緑っぽい色ということが大事だよね。さあ、これも塗っていきましょうね。もう怖がらずに塗ってみよう。トン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 ですよ。ほら立体的になってきたでしょ。こんもりとしたね、こう葉っぱのこう茂った感じ出るよね。でこっちに従ってだんだん日の光が弱くなる方向だからね。太陽はいつもどっちから来てるかっていうイメージですよ。こっちは太陽強くですね。だから明るく暖かく見えてます。しかもこれ大事なことはね、光が当たったところね、少し細かく描くってことなんですよ。だからもう柴崎ほら一番最初に塗った日陰のとこも全然いじってないでしょ。今一生懸命いじってるのはこの明るいとこですよね。ここもね大事なことですからね。ものが立体的に見えるために描くためにね、細かいところは日向のところにあるんだと思ってくださいね。だからここら辺どん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 こうやって塗ってね、細かく描いていっていいです。こうですこうです。こうだよ。どんどんねこんもり見えてくるからね。細かいところは明るいところを描くんだということだよ。日陰のとこあまり描かないんだよということですね。はい。まだこれちょっと描けるな。光描かなきゃいけないもんね。光とは何だ。太陽の光、明るくて暖かいぞですね。そして明るいから細かいところもよく見えるぞという、そういうことだよね。どうもこうやって丸く見えてきた。これね頑張って一緒にねついてきてくださいね。さあこっちもどんどん、ちょっと書き込んだ方がいいね。こうだよね。はい。でこの段階でもちょっと枝ぶりなんかをねイメージして、こんもりしてるんだけどやっぱり下の方の枝は、下の方にちょっとぶら下がってくるだね。その枝ぶりですね。はい。さあだいぶかけてきたね。はい。ほらまたバーミリオン加えてですね、暖かい色ですよ。そして地面の草を描きます。この地面はね平らだからね余計光が強く当たるんだよね。だから余計にこう明るくて暖かい緑っぽいのですよ。ほらお日様の感じがするでしょう。はい。草にもねお日様が当たってるっていうこんな赤系のバーミリオンですよね。はい。で日向が陰だからですね。これ大事なことですね。ではちょっとね木の幹を描いてみるね。こんな色です。はい。茶色だけじゃないよね木の幹って。はい。さあでは塗っていきましょう。こうだよね。太い幹ですね。そして枝です。よいしょっとこうだね。枝が途中で分かれています。そしてその枝がねこの葉っぱの中に見えるんだけどね、これどこに見えるように描くかが大事なことだよね。だからこっちの枝も描こうね。はい。こうだよね。このね葉っぱを下から支えるような感じで、なんて言うんだろうな、傘のねなんて言うんだろう、骨を描いてるようなつもりだよね。見て見て、ほら柴崎は枝はね明るいところには描いてないですよ。ね、こうやって描くんだけど、ここは透けてるからこう見えるんだけどね。枝はどこもかしこも適当に見えてるわけじゃないんだよね。こうやって木の幹から枝分かれして、それがこうやっ
って葉っぱの中に隠れてるわけよね。でもこちらから見える場所があります。それはね、葉っぱの暗くて冷たい日陰の部分にね、こうやってこういうとこです。こう見えやすいんですよ。ね、こういうとこです。ほら、あんまり日向に見えないんだよね。うん。はい。ちょっとこっち側も描こうかな。こうだね。こっからこっちへシュッとこう木を支えるように枝出てますよね。うん。こうでしょうか。ほら、木の雰囲気になったでしょ。この幹や枝の描き方もとても大事です。はい。こうやってちょっと暗めのところにその枝が見えるということでしたよ。ね、だから外にスケッチ行く時もね、そういう表現大事にしてくださいね。はい。さあ、これね、幹や枝描くと急に木の雰囲気になってきますよね。で、こうやって一回描いたんですけども、木の幹や枝を描いた。そこでですね、ちょっとまたこう弱い光の葉っぱの色を作って、ところどころその幹や枝の上にかぶせてあげますね。そうするとさらにこのね、奥行きが出るんですよ。ね、こんな感じです。はい。じゃあここ日陰をね、ちょっとこうね、木と同じ暗くて冷たいグリーンで日陰を描いておきます。このくらいかな。うん。こうやるとね、地面の上にこう木があるっていう感じするでしょ。はい。いやもうだいぶできてきたからね、今度は幹にね、この幹はあんまり光当たってないんだけども、少し明るい部分を作ってちょっと立体にしようね。ここです。ちょっとだけです。ほら、こんな雰囲気いいかな。はい。だいぶできたと思うんだけど、まあ、少しねこう形が潰れてしまったところはまたこういうところですね。強い光の中にも少し影っぽい色もあるので、細筆でですね、また暗い色を少し足してみてください。そうすればするほど本物っぽく見えるっていうかね、そうなりますね。うん。で、実際の写真見るとまだ枝が左右にちょっとあるね。はい。もうちょっと足すね。はい。これできたんだけども、でもできるだけ写真みたいになった方がいいよね。じゃあ少し左右を足しましょう。はい。また日向の色を作ってですね、塗ります。はい。ちょっと写真を参考にですね、できるだけそれに似たようにちょっと描きます。はい。下に垂れ下がった葉っぱも含めてですね、こんな形かな。このくらいかな。うん。これ似てる？ちょっと似てるよね。はい。こんなとこも色入れて、うん。こっちもそうだね。はい。少し弱い光が当たったような部分だから、これね、こんな緑でいいかな。はい。この木、結構左右に広がってたんだね。そこは若干無視して書いてごめんなさいね。はい。でもあなたも、ね、もちろん資料とぴったり同じじゃなくていいんですよ。大きな木のね、塊をどう描くかってね、もうそれさえ学んでくれればいいんですからね。うん。ただ、柴崎のお手本だからね、あんまり写真と違ってもね、嫌でしょうから、今若干そこのとこですね、資料にちょっと迫ろうとしてるんですけどね。はい。こう木を一本描くだけでもね、立派な絵に見えるんですよね。はい。是非ね、今日のこれをね参考にしていろんな木描いてみてね。うん。やっぱり木は外にあるから太陽の光っていうものを意識して描くんだったね。太陽の光が当たったところ、当たらないところ、それを描き分けます。でね、今もう仕上げだけどね、
筆を寝かして塗ったりしたでしょ。これドライブラシって言うんだけどね。とにかく日の当たったところこうどんどん書き込んでみると余計ね立体感強まるんですね。アクリルはこう乾くとどうしてもねちょっと色が暗くなってきますからね、光当たったとこまた後でこう色を追加してみてください。こうだね。で光当たったところをどんどん書き込むというわけです。さあどうかな。だいぶこんもりした感じに見えたでしょ。あなたも頑張ってついてきたかな。難しかったら何回もね再生してやってみようね。さあどうかな。書けてきたぞ。はい、これで樹木の出来上がりです。はい、書き上がりましたよ。ねえ、これだったね。はい、木の書き方だったんだよね。日本は本当に木がいっぱいあるんだけど、いざ書くとなるとなかなか難しいんだよね。その木をただ書くだけじゃなくって、こんもりとね、立体的に太陽の光を浴びた感じに描こうというわけですね。少し参考になった？一緒に頑張ってやってみたかな？はい。よかったね。もうこう書くとね、これから外に行って木見るのも楽しみになるし。はい。さあ、ということで、こんな感じでね、また次回も NHK の、柴崎の出演する番組のカリキュラムに沿ってね、モチーフを変えてまたやってみたいと思ってます。ね。はい。それまで楽しみにね、お元気にお過ごしくださいね。そうそう。ねえ、今柴崎忙しくてね、なぜかというともうすぐ柴崎の個展が始まるんですよ。もう、たくさんの方がね、お申し込みくださっているんだけども、まだきっと席はどっか空いてると思うから、あなたもぜひ来てください。ねえ、その申し込み、無料のチケットだよ。この概要欄からね、申し込んでくださいね。会場でお会いしましょう。はい、どうもありがとう。